かな平原地帯なんですね。で、この辺りに救っていたって言ったら怒られちゃう。はい、この女性が手歌さん、アドリア海へと場所を移しましょうか。でもって、海賊団がアドリア海行ったよ。ごきげんよう、世界史の時間です。ついに第2次ポエニ戦争始まるわけなんですが、その前に今回と次回の2回に分けて開戦前夜としまして、ローマはどんな感じの日々を送ったのか、そしてカルタゴはどんな感じだったのか、なんていうことをお伝えしたいと思います。今回はそのローマ編です。さて、前回第1次ポエニ戦争終結したわけなんですが、ローマは一気にその領土を拡大しました。イタリア半島の外の海外領土ですね、属州と呼ばれるところなんだけれども、シチリアとサルデーニャ島、そしてコルシカ島、ここを手に入れたわけですね。カルタゴから奪ったということです。ここまでやったわけだな。はい。第一次ポエニ戦争でローマがカルタゴと死闘を繰り広げている間、北方にはリグリア人という民族がいて、ガリア人の一派だと思っていいですよ。彼らが沿岸地帯を荒らし回っていたわけですね。海賊行為を働いていました。そこで第一次ポエニ戦争が終わってからです。一息ついてからローマはこのリグリア人討伐に出るわけなんだけれども、これが前238年から5年かけてのことです。ちょうどカルタゴで傭兵反乱が起きて、その隙にサルデーニャ島とコルシカ島を奪ったよね。前回それやったわけなんだけど、これが前237年なので、大体同じくらいの時期にリグリア人討伐にも出ていったわけですね。はい、というわけでイタリア半島の根元部分ですね、イタリア北部に目を向けてみましょう。今ここにローマがあって、でちょろちょろ流れてるこれがアルノ川とルビコン川で、ちょうどこの部分がイタリア本土、こっち側ですね、こっち側がイタリア本土って言って、イタリアの本国って考えていいです。でこっから先が外国、こっち側も外国っていうことになるんだけれども、第一次ポエニ戦争後、このコルシカ島とずっとこの南の方にあるサルデーニャ島も含めて、この辺りが今ローマの領域、ピンク色のところですねがローマの領域になっています。これに対して今茶色く示したところがアルプス山脈で、このアルプス山脈を基本として、こっち側ローマ側のこの平原地帯ですね、この辺りがガリア・キサルピナ、ガリアと言っている地域のうちのキサルピナなんです。つまりキス・アルピナ、アルプス山脈のこっち側のガリアっていう意味でガリア・キサルピナと呼んでいました。これに対してこっち側がガリア・トランサルピナ、つまりアルプス山脈の向こう側のガリアっていう意味ですね。こうやってローマ人はガリアという地域を2つに分けて考えていました。そしてこの今緑色で表したところ、この辺りがリグリア人の地域です。でこんな感じでリグリア人が海賊行為を働いていた。これに対してローマ軍が陸と海両面から攻めていって、こんな感じでリグリア人を討伐したわけですね。その結果、こんな感じでリグリア人の地域を勢力下に組み込むことに成功しました。はい、というわけでリグリア人の地域、沿岸地帯がローマの半島に組み込まれたわけなんだけれども、その内陸部にはガリア人たちが住んでいたわけです。第一次ポエニ戦争をやっている頃はガリア人とは案外うまくやっていたようですね。だけれどもちょっとしたことがきっかけでこの後、戦いになるというか戦争になってしまうわけなんだけれどもね、そのきっかけっていうのは何かというと、第一次ポエニ戦争に従軍したローマの中小農民たち多くが、基本的には自腹で彼ら武具を揃えて出ているわけでしょ。で戦争をやっている間は畑の管理なんか全くできないわけですよ。女子供に任せるしかないわけなんだけれども、で帰ってきてみたら大いに畑が荒れていた、もしくは戦いのためにお金を借りてしまって借金だるまになって債務奴隷化する、財産を失って無産市民となる人々、ローマ市民が後を絶ちませんでした。大変いっぱいいたわけですね。で彼らを助けようということで、前232年のことです。彼らに土地を分配しようということになった。無産市民たちっていうことなんだけどもね。でその分配する土地がもともとガリア人のセノネス族が住んでいたところ、彼らを追い出して手に入れたピケヌムっていう土地です。ここを無産市民に分け与えてあげようという法律を作ってしまったわけですね。
で、そのピケヌムなんだけれども、前283年、ちょうどエトルリアを併合した時ですね。その時にワディモコの戦いってやったんだけど、その時ローマに対してエトルリアとガリアの連合軍が戦ったわけなんだけど、で負けちゃったわけだな。この時にピケヌムからセノネス族を追い出して、つまりルビコン川よりも南側っていうことですね、のあたりを占領したわけです。で、その土地をムサン市民たちに分け与えようということになったわけだな。これが原因でガリア人たち怒っちゃったわけですね。ボイー族っていうのが中心になるけれども、セノネス族のお友達みたいなものだと思ってください。隣にいたインスブリ族とか誘いまして、そして前225年にガリア・トランサルピナ、つまりアルプス山脈の向こう側の部族、ガエサタエっていう勇敢な部族がいたんだけれども、彼らを大枚はたいて傭兵として雇い、ついにローマへと攻め込んでくることになります。だけれどもローマ軍、なんとかこれをテラモンの戦いで壊滅させることに成功しました。撃退したわけですね。はい、というわけで当時のガリア人たちの勢力範囲図、ちょっと示してみましょうか。今ちょろちょろって流れているのがポー川って言います。で、この大きな川の周辺が非常に豊かな平原地帯なんですね。で、この辺りに救っていたって言ったら怒られちゃうかな。陣取っていたのがガリア人たち。今黄色いところからタウマニ族、インスブリ族、ケノマニ族だな、言いにくいね。そしてボイー族と。んでもってこちら側、これがガリア・トランサルピナのガエサタエ族、そしてここの部分、これがセノネス族がいたところで、もうローマが取っちゃったところなわけですね。で、これに対してガリア人たちが怒ったというわけです。さて、実際どんな感じで戦いがあったのかっていうことですね。一応こうバードビューな感じ、俯瞰な感じにしてみるとローマも見えるからね。このラインでやってみましょうか。まずこうしてボイー族にインスブリ族とガエサタイ族合体した巨大勢力になり侵入してくる。まずはアドリア海側からアペニン山脈を渡ってこっち側に来るわけだな。エトルリアの方、トスカーナ地方ですね。で、これを迎え撃つのがローマ軍なわけなんだけれども、はい、ガリア兵たち、ローマの先発隊ですね、これを撃退しまして罠にはめて6000人ぐらい犠牲になったらしいんだけれども、その後ローマ軍の本隊がやってくると、これまで略奪してたくさん戦利品手に入れたので、これを一回本国に持ち帰ってもう一回出直してこようなんてことを考える。つまり撤退を考えるんですね。こんな感じです。逃げていくんだよ。その間に別動隊、ローマ側の別動隊が先回りしているわけですね。このアルノ川の河口のところ、現在のピサっていう町があるところだけど、ピサの斜塔で有名なところだな。ここに上陸しまして、挟み撃ちにする形ですね。で、彼ら何やってたかっていうと、ここですよ。サルデーニャ島。サルデーニャ島で、ついこの間、ほんの2年前にカルタゴから略奪したところだね。だからその後始末をしていたんだろうな。で、そいつらが知らせを聞いて、待ち伏せというか挟み撃ちにするためにこっち側に上陸し、実際こう挟み撃ちの形になったわけですね。その結果、はい、挟み撃ちはやられるわな。ガリア軍ほとんど全滅してしまいました。はい、冷徹なローマ人たちが侵略者を許すはずもなく撃退した後、今度は逆にガリア・キサルピアへと侵攻していきます。前225年にはクラスティディウムの戦いというのが行われて、これでインスブリ族を撃退しました。撃退というか制圧したわけですね。その前にもボイー族はやられてます。でね、前222年のことです。メディオラヌム、現在のミラノですね。ここをインスブリ族から奪って植民地にするわけだ。ここを拠点とし、主婦としてポー川全域を勢力下に組み込むことに成功しました。はい、というわけで戦場のガリアですね。ここへ目を向けてみましょう。これメディオラヌム。負けられないんだ。これに対してローマ軍がやってくる。こんな感じですか。制圧って感じだけどな。こうしてポー川流域、つまりガリア・キサルピナほぼ全域がローマの軍門に下ったということですね。はい、このメディオラヌムがあって、そしてちょろちょろとポー川が流れています。
その周辺がいわゆるガリア・キサルピナ。このピンク色のところがリグリア人の土地を含めたローマの領域。そしてこんな感じで広大な領域ガリア・キサルピナをついに手に入れることができたわけです。こうしてローマはガリア・キサルピナを手に入れたわけなんだけれども、今度はアドリア海の対岸の方に目を向けてみましょう。イリュリア王国っていうのがありました。で、この国ね、アグロンという王様がいたんだけれども、この王様231年に亡くなっています。で、その後を継いだのが生まれたばっかりの息子ピネスっていう王様なんだけれども、だから0歳で即位した時でね、この話ちょっと人間関係めんどくさいんだけれども、アグロン王は死ぬ直前に奥さんと離婚しています。で、その奥さんの名前がトリテウタと言います。ピネスの実の母親です。で、離婚したすぐ後にアグロンが亡くなっているんだけれども、亡くなる直前に再婚しているんですね。で、その再婚相手がテウタという人でした。女性でした。で、ピネス王はまだ赤ちゃんで何にもできないので、テウタが摂政として実権を握ることになったわけですね。はい、この女性がテウタさんでもって肩に乗っかってる感じのがピネス王。多分これがピネス王だ。で、王様何もできないので、テウタが結局は全ての実権を握って政治を行っていたわけなんだけれども、これがちょっと一癖も二癖もあるわけですよ。なんとテウタさん、イルリア人の海賊団を従えまして、つまり海賊団の大元締めになってアドリア海沿岸を荒らし回らせていたわけですね。ふと思い起こすよ、この人。はい、エリザベス1世ですね。16世紀後半のイギリスの女王様、絶対王政、イギリスの絶対王政を確立した女王様だけれども、この人同じように海賊団率いてイギリス人のね、スペインの船団を襲っていたわけですよ。ちょうどフェリペ2世がスペインの王様やってて、スペインは太陽の沈まぬ国なんて言われていたぐらい絶好調だった頃ですね。その時にエリザベス1世は海賊団率いて、この新大陸からエメラルドとか銀とかを満載して帰ってくるスペインの商船を襲わせて、そこから財宝を奪っていたわけですね。まさに海賊の大元締めやっていたわけなんだけど、同じことをずっと前に2000年前ですねにイリュリア人がやっていたということですね。テウタさんがやっていたということですね。はい、というわけでアドリア海へと場所を移しましょうか。グリッと来て、イタリア半島の対岸ですね。まずちょっとイリュリア王国の話する前に1個話すの忘れていたんで、これちょっと紹介しますよ。はい。アッピア街道ですね。これ前312年に開通しています。サムニウム戦争の真っ最中でした。ローマとカプアを結ぶ最初この道街道ができたわけなんだけれども、これが延伸します。伸びるわけですね。ずーっと伸びていってタレントゥム通ってブルンディシウム、アドリア海沿岸まで開通したアッピア街道を全通するのが前244年のことです。これまだ第一次ポエニ戦争の真っ最中で、ちょうどハミルカル・バルカがエルクス山を攻撃していたその年ですねにアッピア街道は全通しているんです。アッピア街道が全通したことで南イタリアの支配はもう盤石なものとなりました。そしてローマとアドリア海側、ブルンディシウムがつながったことで効率よくこっちのアドリア海側ですね、この辺りへの影響力っていうのも非常に大きく発言することができるようになったわけですね。というわけで本題に戻りましょうか。イリュリア王国、この黄色いところです。首都はシュコドラと言います。でもってちなみになんですが、この黄緑色のところアンティゴノス朝マケドニアですね。ディアドコイ戦争の中心地となったマケドニアの慣れの果てです。慣れの果てって言ったら怒られるかな。でもって水色のところがエペイロス王国、ピュロス王を輩出したところですね。こんなところとイリュリア王国は境を接しています。でもって海賊団がアドリア海一帯をこうして荒らし回っていたと。でこれは大変だってことになるわけですね。やめさせなければと。ローマは大使を2名イリュリア王国に送って海賊取り締まってくれと、いい加減にしろよと、怒ったわけですね。なんとかしてくれと、被害が随分あったので保証もお願いねっていうふうに言ったわけです。するとテウタは海賊行為は合法よなんて言って拒否した。その上大使の一人を殺しているんですね。暗殺しちゃった。
こりゃローマ側はもうやるしかないわな。というわけで、前229年のことです。第一次イリュリア戦争が勃発します。ですが、イリュリア王国なんて結局海賊の集まりだったので、ローマの正規軍に勝てるわけがありません。ローマ軍圧勝しました。んでもって、イリュリア王国が占領していたもともとギリシア人の植民地だったところですが、ファロス島、エピダウロス、アポロニア、コルキアなんていったところを保護領とすることに成功しました。その結果、こんな感じでついにアドリア海の対岸バルカン半島へと勢力を広げることができました。こっからね、またしばらく時間をかけて何百年何十年もかけてこの辺りを自分たちの領域にローマの支配下へと組み込んでいくことになります。はい、というわけでまとめると、オリエント世界征服への共闘法を確保したということですね。今回のまとめです。どれくらい領土広がったのか。ぐっと大体地中海全域を今表示しているけれども、ここからまずローマとカルタゴね。でこれに対して第一次ポエニ戦争で手に入れたのがこの辺りだな。だからここが今ローマの最初の領域。そしてこんな感じでガリア・キサルピナと、それからバルカン半島の沿岸地帯、この辺りに歩を進めました。はい、というわけでローマは着実にその半島を広げて、ついにバルカン半島にまで進出しました。今回どうだったですか？面白かった、ためになったと思えた方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。作っている本人本当に喜びます。さて次回はこの時ね、今ローマがこうしてガリアやそしてバルカン半島へと歩を進めていったその時、一体どんなことをやっていたのか、その時カルタゴはというお話をしていきたいと思います。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。